皆様こんにちは。フレンドリーロックワークスです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはあの人の今のあなたへの気持ちということで見ていきたいと思います。いつものように1番、2番、3番の中からお好きな番号、色をお選びください。よろしいでしょうか。そうしましたら1番さんから始めていきます。はい、1番さんよろしくお願いいたします。おー、すごい、いきなりめちゃくちゃ飛びましたね。ちょっとね、これ私、復帰第1回なんですよね。なので、いろいろなんかね、カード引く前にご無沙汰してますとかね、言おうと思ってたんですけど、いきなりもうこのありさまですよって話ですね。ということで、まず最初なんですけれども、今のお相手さんのあなたへの気持ち、今日のテーマですね。ということで、まずロマンスエンジェルでお相手さんのあなたへの気持ちがどんな感じなのかっていうのを見ていきたいと思います。で、そしてですね、なんか多分半年ぐらいお休みしちゃったのかな。なんか私、後なんかめちゃくちゃ風邪ひいたりインフルエンザになったりとか、体調もあんまり良くなかったりとかして、でちょっとね配信休ませていただいたんですけど、なんていうかな、休み休み、続けていければとも思ってるかなという感じで、いつ辞めちゃうかわかんないですけど、あと、近々ちょっと、皆様にね、お知らせがあるっていう感じですね。はい。ということで、見ていきましょう。今のお相手さんのあなたへの気持ち、ロマンスエンジェルから見ていきたいと思います。これですね。ハネムーンって書いてあるんですけど、なんか、お相手さん、なんかね、一番さんとの、過去こういうことがあったよねっていう思い出を回想してる感じがしましたね。私これちょっとこうなんていうかな、こっちが過去だとすると過去を見つめているみたいな、そういう感じがしましたね。なのでもしかしたらちょっと1枚目で深いことあんまり言い過ぎちゃうとあれかもしれないんだけど、私がこのカードですごく想像したことっていうのが、例えばね、例え話ですよ。1番さんとお相手さんがちょっとこう喧嘩しちゃったりとか、ちょっとこう嫌な思い出みたいなね、いい思い出ももちろんあるんだけど、嫌な思い出も含めていろんな出来事があったよね。でその時にお互いいろんな感情が動いたりとか、なんかなんで分かってくれないのみたいな感じとか、なんかいろんな大きな感情が動いたかもしれない。だけどその時のことを今思い出してるんだけど、その感情がこうなんていうかな、先に出てくるっていう感じっていうよりも、なんかこうああいうことあったなーみたいな感じで見てるって感じ。そう、なんか客観的に見てるみたいなね。なんかね、そういう感じがしますね。なので、一番さんとの思い出を、こう、あの時は自分はなんかもうちょっと言い方なかったのかなみたいな、そういう感じとかね。なんかこう、あの時はね、こういう風にしか自分は言えなかったけど、でももう少し、確かにあれは自分が悪かったよねとかね。なんかそういう感じで、なんかちょっと客観的に2人の関係を見つめてるっていう感じがしたかな。なんか1枚目でいろいろ言っちゃいましたね。そうですね。これやっぱりつながってる感じがします。これね、こうしたいああしたいっていう気持ちをちょっとこう。そう自分のエゴとか相手をこうさせたいとかこうなってほしいとかって私たちあるじゃないですか。この人がこういうふうに言ってくれればいいのにとか、この人がこういうふうに私にこう言ってくれればいいのにみたいなね。だからそういう感じをちょっと手放してる感じなんですよ。だからお相手さん今もうねこの1枚で先言っちゃったんですけど、なんかね1番さんとの思い出で、いいことはいいじゃないですか。いい思い出はいい思い出であると思うんだけど、そこはちょっといい思い出だから置いといて、むしろちょっとこうお互いがちょっとこう歯車が合わないでちょっと喧嘩しちゃったわよみたいな感じとかね、なんかあの人にこうして欲しかったのにとかね、なんかそう一番さんにこういう風にしたい、言ってもらいたいと思ってこういうこと言っちゃったんだよみたいなね、なんかそういう感じのことがあって、なんかちょっとこうお互いが揉んじゃったみたいなね、揉めちゃったみたいな、なんかそういう出来事に対してなんか今ちょっと客観的に冷静になんかちょっと反省してるみたいな反省してるみたいな感じで見える。なのでその先どうなのかな、ちょっとお相手さん、そうか。このカードそのものはなんかね、解説書で見るとなんていうのかな、片思いとかね、なんかそういうなんかこう自分の思いが伝わらないとか、なんかそういう感じなんだけど、でもこの流れで見てるとそういう感じというよりはなんかちょっとやっぱ許してくださいな感じに見えるんですよね。だから
一番さんとね、どういう出来事があったか、お相手さんとどういう出来事があったのかっていうのちょっとわかんないけど、でもなんかお相手さんの中であの時言い過ぎちゃったなとか、こういう風に言わなきゃいいもんを言っちゃったなとか、そういうことがちょっとあるのかなっていう感じがするんですよ。あの時はこういう風にこうね、売り言葉で買い言葉言っちゃったけど、でもそう言うべきじゃなかったよねみたいな感じで、それでなんかこれがね、どうか許してくださいとか、仲直りしたいとか、なんかそういう感じに見えるかな。なのでなんか自分の至らぬ点とか、ああいうとこはこうすればよかったなみたいなね、なんかそういうこととかね、そういうことに対してその一番さんにはちょっと悪いことしちゃったかな、申し訳なかったなみたいなね、そういう感じだったりとかするかもしれません。ただここのお相手さんの感情を知りたいじゃないですか。じゃあ私に何を謝りたいのよとか、どう思ってんのよみたいなね、その辺あたりをちょっと深掘りしていきましょうか。ちょっとお相手さんが何をその一番さんに言いたいのかですね。ということで、なんかこれ出た。これ出た。これもいくか。久しぶりすぎて、カードもまともにね、カードもまともに切れない状態になっているっていうね。毎回すいません。これね、視聴者さんが多い場合とかはね、そういうのはジャンピングとは言いませんみたいなそういうこと言われちゃったりとかするんですけど、ちょっとね、これポロッと出て、主張が強かったのかもしれないですね。なんですけど、これはこれで置いといて、ちょっと3枚引きます。ということで、いや、私がこれ言いたかったのは、これもちょっと出てきましたね。エナジーオラクルですね。昔から見てくださってる方はもうエナジーオラクルって思うと、おお来たみたいなね感じに思ってくださる方もいらっしゃるかもしれないですね。ということで、エナジーオラクルを使ってちょっとお相手さんに対してちょっとね、一番さんに何言いたいのみたいな感じですね。ちょっと見ていきたいと思います。はい、見ていきましょう。出ましたよ、ロバート。ここでロバート出ました。皆さんも私、久しぶりの配信一発目で、ロバート出てきましたよ。なんかもう私、引きが強いね。皆さんも引きが強いです。おめでとうございます。はい。いいじゃないですか。ロバートさんですよ。そうね。私、これもう、私ね、これに 2個ね、ポロリしちゃったんだけど、なんかこのポロリのね、2枚はね、なんかすごい大事なこと言ってるんじゃないかなと思って、で、それでもう今のなしなしみたいにしなかったんですけど、これね、お相手さんがね、なんかね、やっぱこの一番さんと仲良くなりたいって言ってます。ただ、このカードがまた、お相手さんの心の中のこう虚無感っていうかね、なんかこうなんていうかな、やるせない気持ちっていうか、その一番さんになんかどの口が言うって自分も思っちゃうんだけどみたいな、なんかそういう感じとかね。だから一番さんとやっぱりコミュニティですね。でこれ女子3人が映ってるけど、女子3人っていうよりは一番さんとやっぱこうつながりたいとか、そのなんか大きめに言うと関係修復したいとか、なんかこう素敵な関係性でありたいとか、なんかそういうふうに思ってるって言ってるんですよね。ただ自分がじゃあどうやってその一番さんのことをうまく自分の方にこうなんていうかな、機嫌をこう戻していただいてとかなんかこうね、一番さんをどのようにこうなんていうかな、自分に振り向かせようだったりとか、なんかこう一番さんの気持ちを収めようかみたいなね、そういうふうな、どうやったらいいのかみたいなのはちょっとお相手さん思い浮かばないとかね、そういう感じかも。でそれ思い浮かばないってただただ謝りゃいいんだよみたいな風に思うかもしれないけど、そういうただただ謝るとかそういう感じっていうよりは、もうちょっとこの一番さんに振り向いてほしいとか、なんかそれこそ一番さんと良い関係を築いていきたいみたいな、なんかそういう風にこううまく人間関係立ち回るっていう感じ。ただただ謝るとか謝らせるとか、ただただそういう感じというよりは、もうちょっとこう人間関係のこうなんていうかな、こうテクニックが必要な、そういう感じの広い意味でかなっていう感じだから、単純に謝るとかこうどうするこうするっていう感じというよりは、その一番さんとどうやってその最高の関係を築いていこうかなみたいな、なんかね、そういう感じがまだちょっとどうしていいか分かんないんだけどだったりとか、あと今もうちょっと来たのがちょっとお相手さんも今までこう一回ちょっとこの一番さんとね、なんかちょっとこうなんていうかな、
このことは思い出さないでおこうっていう出来事があったと思うんだけど、その出来事をあえて一回自分の中でなんていうかな、さら地に戻すっていうか忘れたいっていう時期があったのかなっていう感じがする。自分がそうだな、冷静になる時間が必要だったってこともあるのかなっていう感じがしますね。ということで、やっぱりお相手さんね、なんか自分を客観視したりとか、ちょっと一回どうしようって思った時にちょっと一回リセットっていうか、一回考える時間をなくそうみたいな、だからそういう時期があったのかなって感じがします。ただやっぱり一番さんのことが大好きね大好きだし、つながりたいって言ってるんですよ。やっぱ一番さんとのつながりっていうのを持ってたいっていうことを言ってるんですよね。でこれがね、喉のチャクラが活性化している感じなので、やっぱお相手さんあなたに何かなんか伝えるべきだとか、言いたいことがあるとか、なんかそういうふうに思ってるのかなって感じ。これもね、なんか言いたいことがあるとかね、なんかそうだな、ただただ言い訳したってさしょうがないんだけど、でもだからそういう感じで、なんか一番さんに伝えたいことだったりとか、もちろんでもね、言い訳だけだとなんかね、それだけみたいな感じだから、いやそれ以外にもなんか自分の思いがあるんだけど、感情があるんだけど、うまく言葉に伝わらないけど、でもそれ言わなきゃみたいなことも思ってるのかなって感じがします。なので言いたいって思ってるけど、なかなかそれが言葉にできないっていう思いも抱えてるのかなって感じがします。だけどここで見てると、その一番さんってねやっぱ一番さんとのなんていうかな、変な話、思い出修正したいとか、そういう感じもあるのかもしれないですね。思い出修正っていうかねやっぱり、ね、私たちって過去を思い出して、なんか今でも心がジュクジュクするわみたいな嫌な出来事だったりとか、なんていうかな、するべきではない謎のなんていうかな、きっかけ、ちょっといろんなきっかけになってしまう喧嘩をしてしまったとか、そういうことあったりとかして、そういうことって過去ね、何回思い出してもやっぱあん時によみたいな感じで思ったりすることってあると思うんですけど、でそれをね、なんかお相手さんはその一番さんにも何か抱えてるのかなって感じがして、でそれを自分の中でもその良きものっつったらあれなんだけど、なんかそのモヤモヤっとしたそのジュクジュクっとした感情を解消したいのかなみたいな感じで思ってるのかなって感じがしますね。ということでここまで見たんですけど、次ちょっとあなたとじゃあどうなりたいのかって、ここも見えてんですよね。お相手さんあなたとちょっと修復したいとかね思ってるんだよな。なんだけど、ちょっとお相手さんが何を伝えたいのかちょっと見ていきましょうか。ということでお相手さんの、じゃあこれいきますね。エンジェルウィズダムタロット。そうね。エンジェルウィズダムタロットにしましょうか。ということで、だから今、見ました嘘って言われるとあれなんですけど、今これポロって出たんですよね。微妙にこの辺で切ってたので、ちょっとね、なんだ。見えてなかったかもしれないんですけど、おっていう感じでね、今引っかかったんですよね。ということで、私が作ったカードなんですけどね、それもちょっと使いたいなと思いつつ、ちょっと別のカードに手がいってしまったということで、まずはエンジェルウィズダムタロットで、お相手さんがね、あなたとじゃあどうしたいのっていうのを見ていきたいと思います。で、1枚目これパロッと出たんですけど、やっぱコツコツ関係を作っていきたいっていうカードですね。これね、ちっちゃい花、一個一個はちっちゃい花なんだけど、大切に育ててるって感じだから、一日でなんていうかな、できるようなこととかではなくて、本当にコツコツ2人の関係をちょっとずつでも良くしていきたいっていうふうに思ってるって感じですね。なので世の中ね、やっぱね、急発進とかね、なんかね、急上昇とかね、そういうのの方が目立ったりとかするんだけど、でも急上昇とかって急効果を生んだりするからね。例えば体重減少とかもやりすぎちゃうとリバウンドしやすかったりとかするじゃないですか。それと同じで、お相手さんはあなたとの関係を本当大切に育てていこうっていう気持ちが大きい。そしてこれお花ね、ちっちゃいけど大きなお花咲いてんですよね。だからなんていうかな、これがあったらいいのにあれがあったらいいのにっていう感じというよりは、そのお互いがなんていうかな、小さな思いやりを大切にするみたいな、そういう感じ。だから日常生活って本当に些細な、なんていうかな、本当に地味な地味なものの繰り返しじゃないですか。
なんかね特に派手なことってあんまりないじゃないですか。人生ってそんなにないじゃないですか。だけど本当に何も変哲もない一日一日にその一番さんとの関係性もね含めて本当大切に大切にこう育てていっていこうみたいなね、そういう気持ちが現れてるかな。いい感じドリーマーですよ。だからね、やっぱお相手さんね、これさすがにこういう方向性だと思うんですよね。こっちに歩いてってるから。だからそうね。あとね、ここでね、ちょっと謎の天使ちゃんみたいなのが見てんですよね、これね。で、これお相手さんが、なんかね、なんていうかな、本人にとってはなぜだかわからないけれども、なんか今そういう気分なんだよねってあるじゃないですか。なんかよくわかんないけど、今日餃子食べたいなとか、なんかわかんないけど、今日ポテトチップス食べたくてしょうがないとか、私たちにもあったりとか、なんか知んないけど、今日はなんか映画見に行きたいなみたいなね。なんとなく、なんか理由わかんないんだけど、なんかやりたいなみたいな時ってあるじゃないですか。で、お相手さんもなんかわかんないけど、一番さんとの関係修復したいなって思ってるんだけど、でもお相手さんなんでそういうふうに思ってるのかっていうと、なんとなく思いつきでみたいな感じなんだけど、でもこれって大きな存在に動かされてる感じでもあるっていうか、実際そういう感じだから、なんていうかな、お相手さんは意図してないかもしれないけど、まあそういうシナリオに乗っかってる感じではあるのかなって感じですね。だから何かに動かされてるみたいな、そういう、広い意味で言うとね、そういう感じなのかなって感じがしますね。なんかそういう感じだからなんかそうあなたとね修復したいみたいなね、そういう感じかな。でこのカード出てきました、スターちゃんですね。スターちゃんなんですけど、すごくこう潤ってる感じがしますよね。だからね、お相手さんなんていうかな、これね、その愛情っていうのもあると思う。なんか私たちって愛情ってそのお金みたいにやったり取ったりみたいな感じじゃではなくって、なんか溢れ出るものっていうね、なんか大きな泉から溢れ出るものみたいな、なんかね、そういう感覚が今のお相手さんにはあるのかもしれない。正直言って、このね過去の出来事が起こった時よりもお相手さんだいぶ余裕がある、心に余裕がある感じがしますね。なのでなんかお相手さんは何かが満たされてるのかなって感じで、そういう風になんかお相手さん心が穏やかになった時に、じゃあ何したいかなって思ったら、なんか一番さんに会いたいかなみたいな、一番さんとこうなんていうささやかな幸せをこうね積み上げていきたいなみたいな、そんな感じで思ってるっていう風に言っています。いや、いいじゃないですか。ということでちょっと忘れがちになっちゃったんですけど、私の作成したカードです。はい、これね、このねケースがねフィットするので、この形で実は限定なんですけど、なんか販売しようかなと思ってます。そうでも本当に個人で販売するので30冊ぐらいとかね、それぐらいしかちょっと作んないつもりです。まずは限定で、なので準備がね整い次第ちょっと限定で販売しようかなっていうふうに思ってるんで、なのでご興味がある方はちょっと引き続き私のこの配信だったりとかをちょっと確認してくださるといいかなっていうふうに思ってます。で、私主に YouTube しかやってないのでそうそう、Twitter とかインスタとか一切やってないんですよね。なのでこれちょっと後ろに引っかかったやつです。ごめんなさいね。これ映ってなかったんでね、またなんかインチキしてるとか言われるとあれなんですけどね。でなんていうの皆様になんていうかな、手に取りやすい価格でいけるためにいろいろ工夫をしています。例えばこれもちょっと小さいんですよね。このサイズ、このなんかこうオラクルカードの普通のサイズの半分ぐらいで作ってたりとか、あとそうだな、なるべくこうなんていうかな、皆さんにこうそんな高くない値段でお渡しできるようにいろんな工夫をしているために、かえってなんていうかな、私の作業が増えちゃってるって感じなんですね。そう例えばね販売サイトとか誰かに委託とかしたら簡単に売れるんだけど、ね、値段上がっちゃうとかね、そういうのがちょっと嫌なんで、なんかなるべく安価でいける方法っていう感じで考えてるので時間かかっちゃってるみたいな感じなんですけど、そのうちまたいろいろお話できると思います。ということで、これ今私の作成中のカードを使ってどうしたいのみたいな、なんかそんな感じで見ていきたいと思います。で、これリニューアル出てきましたね
リニューアルですよ。なのでやっぱ今日のお相手さん全体的にその一番さんとの仲をもっと良くしたいとか、ちょっとこう関係性がギクシャクしてるんだったらやっぱこうなんていうかな、良い関係に戻したいとか、なんかそういうなんか新しい、なんていうかな、関係性が必要だとか、なんかしかもその新しいっていうのはなんていうの、ダメな関係も新しかったりするじゃんと同じじゃない、同じっていうかさ、例えば仲がいい2人がこうなんていうかな、離れ離れになっちゃった時、それも新しい関係じゃないですか、リニューアルだけど、そういう感じではないんだよね。なんかこれなんかまとまっていきたいとかそういう感じなんだよな。でしかもお相手さん自身もちょっとこうステップアップしてる感じがする。これなんかちょっと大きくこう映さないとね、なんか映えないんだよね。そう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 。映えないんだよね、撮影上はね。だけど手にこう取りやすいサイズなので、しかもこうカード大きくしすぎちゃうと切りにくかったりとかするんで、なのでこのサイズで作ってるって感じですね。なので撮影にはちょっと向かないんだけど、でもこのカードお手に取りやすい感じにはなってると思います。で、そうだな、ちょっと余裕があったらこのねこの大きさの倍のサイズのねやつ作りたいかもしれないけど、それはそれでまたすごいコストかかっちゃうんですよね。なのでまずはっていう感じでねこのサイズで作ってます。ということでなんかいろんな話脱線しちゃってんだけど、これ見てるとやっぱりなんか一番さんとの関係性っていうのを次のステップへだったりとか、やっぱり修復したいみたいななんかそういう気持ちがすごい強いんじゃないかなって感じがしますね。でこれノーなんだよな。でもちょっとお相手さんやっぱ葛藤があるのかな。ノーイエスかな。ノーとイエスが出てきました。このイエスノークイズ出てきましたね、これね。そうなのでちょっとお相手さん前に進むためにちょっと迷いがあったりとかしてるってところなのかもしれない。なんかどうやって進んでいけばいいんだろう。だからちょっと正解がわからないみたいなね、そういう感じ。でも私たちってやっぱ正解わかんないじゃないですか。なんかね、何事でも就職とかでもあっちの会社がいいかなこっちの会社がいいかなわかんないとかね、なんかこうね、今日はねミートソースのスパゲッティにしようかカルボナーラのスパゲッティにしようか決まらないとか、うどんがいいかなカレーがいいかなどうしようかなみたいな感じとかね、なんでハーフサイズのなんかないんだよみたいなね、そういう感じとかね、私たちってなんか決めらんないってことあったりとかすると思うんですよね。うまくいくためにどうしたらいいか決められないみたいなことってあると思うんですよ。なんかお相手さんちょっとそういうところはあるのかなって感じ。このカードもねちょっとなんていうかな、自分の中でどうしたらいいかわからないみたいなのが出てきてるんですよね。だから前に進みたいんだけどどうしていいかわからない。でもそれって何なんだよ決めろよみたいに思っちゃう方もいらっしゃるかもしれないけど、でも私たちって本当なんていうかな、うまくいくために自分が今何をすればいいかっていうのをやっぱり分かんなかったりとかしますよね。他人から見るといやいやそれはこうすればいいじゃんすぐみたいな感じで思うことでも、自分自身のことになるとやっぱりこう、ね、いろんな感情が動いたり不安な気持ちが動いたりとかして正しい道ってなんだか分からなくなるってことは私たちよくあると思うんですよね。で今ちょっとその状態にあるのかなって感じがしますね。ということでここはねお相手さんを導くカードを出しておきたいと思います。ということでどうしようかな。クリスタルグリッドオラクルを使ってお相手さんがねちょっと今どうしていいかわからないみたいな一番さんとねもっとよくいい関係になりたいんだけど、でもなんか良かれと思ったことが裏目に出るかもしれないし、じゃあ実際どうしたらいいのみたいなちょっとそういう迷いもあるのかなっていう感じだし、やっぱりその一番さんのこと好きだからこそこうなんていうかな、思い切った行動ができないとかそういうのもあったりとかするのかもしれません。私たちあるじゃないですかね好きな人の前で自分らしくいるってなかなか難しかったりとか、好きな人だからこそ普段はやらないことを言ってしまったりやってしまったりとかすることもあるんでね。なのでお相手さんがねでもねちゃんと導かれてんだよねお相手さんね。さっきも言ったんだけどちゃんと導かれてるんですよ。だから迷う必要ないんですよね。だからそういうのが出てくるかもしれないですけど、クリスタルグリッドオラクルカードでねちょっとお相手さんのことを軽く
軽く導いていきたいかなっていうふうに思ったんですけど、リリースっていうのが出てきました。リリースっていうのは何って言ったら、お相手さんのエゴだったりとか、なんか変なプライドだったりとか、その一番さんによく思われたいとか、かっこよく思われたいとか、素敵に思われたいとか、こういうふうに思ってほしいとか、なんかそういうなんか自分がこう思われなくてはダメだみたいな、なんかそういう気持ちとかね、なんかちょっと一旦リリースしましょうかっていうふうに言ってる。だから今のお相手さんに必要なのは無になること。無って何ってね、まみむの無ですよ。なんていうかな。難しいこと考えすぎない。いろいろ考えすぎみたいなのあるかもしれないね。止まれみたいな感じかもしれないですね。止まれっていうのは、いろんなああかもしれない、こうかもしれない。いや、でもこういうふうに思うかもしれない。いや、でもこうかもしれないし、どうしようみたいな、そういうなんか思っちゃうこと自体をちょっと手放すっていう必要があるかなっていう感じがしますね。そう。なので、ちょっと一回考えすぎちゃってる頭を止めようかみたいな、そういう感じかな。そうね。ここで言って、運命は変な話、運命はお相手さんを導いてるんですよ。ちゃんと導いてるんですよ。だけどそこでなんか導いてる存在となんていうかな、導いてる存在とだから違うことをやろうと思ったりとか、なんかちょっとそういうところあるのかもしれない。だから自然なんていうかな、人事を尽くして天命を待てみたいな、そういう感じなんですよね。ちょっと一回こうならねばいけないとか、こうしなきゃみたいなね、そういうこうなってほしいから頑張んなきゃみたいな、そういう感覚を一回ちょっと手放す。やることだけやってしっかりやって、ちょっと結果だったりとか、この成り行きみたいなのはこうならねばならぬとか、そういう気持ちを一回手放しましょうかってことを言ってる。だ自然なんていうかな、自然体っていうわけでもないんだけど、やっぱり人事を尽くして天命を待つみたいな、ちょっとなんかもうどうにでもなれみたいなね、そういう気持ちが必要かなっていうふうに言ってますね。そうね、ちょっとこれクロスロードって書いてあるんだけど、多少の混戦っていうのはあれですね、ちょっとなんか気持ちの渋滞とかね、なんかそういうのを表してるかなって感じなので、ちょっとお相手さんやっぱちょっと混乱してるみたいなところもあるのかもしれない。混乱してるっていうのは何っていうと、仲良くなりたいけどどうしていいか分かんないとか、仲良くなりたいけど自分のプライドがなんか謝るとか許せないしみたいな、そういう感じとかね。なんかそういう感じで、なんかいろんな気持ちでも、あの人にどう思われるだろう、一番さんの前でこんな言い方したら一番さんにどう思われるだろうとか、他人にどう思われるだろうとか、なんかいろんなこと考えちゃってるみたいなね。なんかそういう状態なのかな、お相手さん今。だからで結局どうしていいか分かんないみたいなこと言ってんだと思うんだけど、ちょっとそういう風にこうしなきゃああしなきゃとか、なんかいろいろ考えてんだと思うんですよね、お相手さんね。だけどその状態をやっぱり一回手放して、なんかちょっと無になるっていうね。で無になった時にちゃんと正しく導かれますよ。あなたは導かれてるからね。自分がこうしなきゃああしなきゃ、もっと頑張らなきゃみたいな気持ちで、上から降りてくるその直感を逆に見えないようにしちゃってる状態をやめましょうってことを言ってるって感じかな。ということで、なんかお相手さんね、これからこのカードが出てきたので、ちょっと楽になっていくのかなって感じがしますね。自分一人で決めなきゃいけないとか、自分一人で頑張んなきゃいけない、自分一人で決断しなきゃいけないみたいな気持ちをちょっと手放そうみたいな、そういう感じですね。ということで最後になりますね。スペルキャスティングオラクルカードを使ってあなたへのメッセージを出していきたいと思います。ということで、めちゃくちゃ今日も長くなっちゃいましたね。本当はね、さっと終わるつもりだったんですけどね。ということで、あなたへのメッセージ。このね、ホームっていうのが出てきました。なので、もしかしたら一番さんそのものも、ちょっとね、変な話、原点に立ち返ろうみたいな、そういうところあるのかなって感じ。今こうしなきゃああしなきゃって、ちょっとすごいなんていうかな、人って考えすぎちゃうことってたまにあるじゃないですか。これどうしてもなんていうか、これをこうしなきゃっていうふうにすごい一日の中ですごいたくさん思っちゃってることとかね、なんか執着しちゃってることとか、あったりとかするじゃないですか。ね、いろいろあるかもしれないけど、でもちょっと一回それ手放そうかってことも言ってますね。これね、ちょっと原点に立ち返ろうみたいな、そういうニュアンスのカードかな。これでまたドリーマーズ笑っちゃった。やっぱり一番さんとお相手さんって
ちゃんとつながってるなって感じがするんですよね。でお相手さんこれ歩いてきてるけどどこにっつったらやっぱり1番さんとやっぱつながってるよっていうそのなんていうかな、自分の中にそのなんていうかな、人からどう思われるだろうとかそういう感じじゃなくてね、自分が自分のためのなんかこう安らぎ、誰から評価されたからこうとかそういう感じじゃなくって、なんか自分自身の中にこう根拠のないって変な言い方なんだけど、なんかねこうなんていうかな、自信を持っていいんだよってことを言ってる感じ、どっしり構えてていいんだよって、あなたはそれだけの価値があるし、だから自分のなんていうかな、本当に安らぐ感覚っていうのは自分の中にあるよっていうことも言ってるかな。いいじゃないですか。それでこれはね、もしかしたら1番さんもだしお相手さんもなのかもしれないけど、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、やっぱちょっと今まで一回抱えてたんじゃないかなって感じがしますね。世間からどう思われるだろうとか、世の中がこうだからとか、なんかこう世間がこうだからこうしなきゃいけないとか、なんかいろいろね、なんか重圧ってあると思うんですよ、私たちね。なんかこう世の中から受ける例えばその会社からの期待とかもあるし、家族からの期待とかそういうのもあるかもしれない。だけど今まで一番さんそういうなんか、重圧に耐えてきたんじゃないかなって感じがするんですよね。でお相手さんももちろんそれもあると思う。なんだけどその重圧をもうリリースしていい時が来ました。本当の安らぎっていうのにちょっと立ち返りましょうってことを言ってますね。本当の安らぎっていうのは今ここにあります。それを気づくだけでいいんですっていうことを言ってますね。でそういうふうに気づいた時にあなたの中にあるなんかこうしなきゃいけない、周りから期待されてるとか、私はこういうふうにしなきゃ会社から怒られるんじゃないかみたいな、なんかそういう気持ちとかね、何かこう、重圧、外からの重圧を手放すことができるよっていうふうにメッセージが来ていますということで、参考になったから参考になさってみてください。1番さんのリーディングが以上になります。ありがとうございました。はい、2番さんよろしくお願いします。これ見た？これニューラブ出た。今日ね、ポロリ多いんですよ。だけしかもね、なんだろう。このね、再開第1回を見てくださってる方って、多分、なんていうかな、前から見てくださってる方が多いと思うんですけど、私ちょっとびっくりしたコメントが1回あってね、こんなに目の前で切ってんのに仕込んでるだろうみたいなこと言われた時があって、いや仕込んでないんだけど、でも後ろにこうヒュンって出ちゃった時とかって映ってないので、確かになんかこれね、これかと思ってね、これ出ましたみたいにね、できないこともないよねと思ってだけど私正直言って仕込んでるほど暇がないのでもうなんていうかな、もう仕込む時間もないんですよ本当にね、だからもういきなりこうスイッチオン、録画スイッチオンしてからもういきなり撮るみたいな、そういう感じなんでね、事前活動みたいなのはなかなかできないんですよね。事前活動ってそういう言い方すんのみたいな感じですけどね。ということでいろいろなんだご挨拶をくれました。久しぶりです皆様。2番さんお久しぶりです。私自身もちょっと再開するつもりがなかったという自分と、いつ再開するのっていう自分がいたりとかして、なんですけど、ちょっといろんな理由があって、再開してやってみるだけやってみようかなみたいな、そういう感じですね。ということで、どこまで続くかわかんないというかね、またちょっとなんて本業忙しくなったらなかなか止まっちゃうとは思うんですけど、ちょっとやってみようかなって感じですね。ということで、まず最初なんですけど、今日はね、復帰第1回っていうことで、あの人の今のあなたへの気持ちやろうと思ってます。ということで、まず最初、ロマンスエンジェルを使ってみていきたいと思います。これ出ましたよね。こうやってなんか置いたけど、最初見えたじゃんって感じですよね。ニューラブ。いいじゃないですか。なんかその2番さんに、もう、フォーリンラブっていうのはもうもちろんなんですけど、なんかね、
惚れ直したとか、やっぱ2番さんいいわみたいな感じで、ますますそのお相手さんの気持ちに火がついたみたいなね、なんかそういう感じなのかなっていう感じですね。いいじゃないですか。でね、なんかお相手さんこれ、なんかちょっと1番さんに憧れもあるし、そう、憧れもあるんだよな。で、それでね、それだけじゃなくてね、お相手さんから見て、2番さんってやっぱなんか持ってるとか、なんかついてる、なんかついてるって、なんか怪しいものをつけてるとか、そういう感じではなくって、なんていうかな、ここ天使ちゃんがいるんですよね。なので、ついてるはついてるでも、なんかすごいいい気が巡ってるとか、そうです、そっちがそっち。悪い気が巡ってる人もいるんでね。そっち側じゃない、そっち側じゃない。いい気が巡ってるとか、いい運に恵まれてるとか、何かこう、導かれてる人だみたいなね、なんかちょっとそういう感覚もあるのかなって感じがします。だけど、魅力的な人ってちょっとあるじゃないですか。なんか自分だけではない魅力みたいなね。例えばね全盛期の桃江ちゃんとかってちょっとなんかこう神々しいじゃないですか。なんかついてるって怪しいものついてるわけじゃないんだけど、なんかオーラとか半端じゃないじゃないですか。なんだろう、なんか察してそこまで美人かって言われるとそういうわけではないんだけど、何この魅力みたいなのがすごかったじゃないですか。なんかね、そういう何か、こうオーラが強いっていう感じだったりとか、何かこう引きつけてるものがあるみたいな、なんかそういう感じなんですよね。なので2番さん自身がね、2番さんの魅力に気づいてほしいな、これね。本人はそんなことないよみたいな感じだと思うんですけど、なんかね、まあね、失った時に気づいたりとかするんですよね。多分桃江ちゃんもね、引退してから、あの時の私ってなんかちょっと神々しかったなとかねなんかついてたなとかって思ってたりとかするかもしれないですよね。なんかいろんなね、幸運に恵まれたなとかね、思ってたかもしれないですよね。で、なんかそんな感じでね、本人は結構至ってケロッとしてんだけど、2番さんはね。だけど、何かその、お相手さんから見たら、何かこう、幸運なものに導かれてるなーっていう感じだったりとかね、するのかなって感じがします。で、そのお相手さんは2番さんになんかもうやっぱフォーリンラブなんですよね。もう2番さんのことしか考えられない、見えないってみたいなね、そういう感じ。もう2番さんのことしか考えられないんだよっていうね、もう強い情熱を感じるっていうね、そういう感じですね。もうソウルメイトですよ。なんかもうとにかくあなたを近くに、あなたが近くにいてほしいみたいなね、そういう感じのこと言ってんのかなって感じがします。ということで、なんかちょっと外がうるさいんですけど普段ね、こうカットとかするんですけど、これちょっとずつね、うるさくなるやつ、ちょっとなかなかカットできないんで、もうこれね、しょうがないですね。でね、なんかね、この間、ティートリーさんに出会ったんだけどって変な言い方なんだけど、他の配信者さんもなんか救急車とか普通に聞こえてるから大丈夫ですよって言われて、まあ、そうかと思ってね、まあいいや、ちょっと今回はカットしないです。はい、もう全然カットなしみたいなね、感じですね。ということで、お相手さんは、やっぱあなたの魅力に吸い付いてるのかなって感じがします。なので、なんかお相手さんが私に来るのかなとかって私に来るってちょっとどういうことって思っちゃうかもしれないけど、それは2番さんがこう、なんていうかな、2番さんに魅力があるから、その魅力にこう引き寄せられてるみたいな、そういう感じなんですよ。なんか例えて言うならば、光にね、向かって爆走してくるこう虫くんのようにね、なんかね、そんな感じですね。でね、引き続きね、2番さんの、気持ちをちょっと見ていきましょうか。ということで、お相手さん、あなたとどうなりたいと思ってるのか、見ていこうかなっていうふうに思います。ということで、ウィズダム・オブ・ザ・オラクルカードを使って、お相手さんのあなたへの気持ち、もうちょっと見ていきましょうか。ということで、見ていきたいと思います。はい、見ていきましょう。これですよ。やっぱね、これ、お相手さんっていうのもちょっと知ったんだよね。なんか、2番さんと一緒にいると、なんか癒されるだったりとか、心が洗われるだったりとかね、なんか浄化されましたみたいな、マイナス4みたいな、そういう感じとかね、なんかね、お相手さんしてるっていうのもあるんだけど、それだけではなくて、やっぱ2番さんの魅力がこう、なんていうかな、光り輝いてるみたいなね、そういう感じもありますね。なので、やっぱね、2番さんにね、私ちょっともう今日は一番言いたいことは、2番さんってそれだけあなたって魅力的なんですよっていうね。いや、そんなことないですから、みたいなね。いや、自分が一番否定してるから、でも、ね、私たちって人から可愛いですねとか、魅力的ですねとか、あんま言われることないけど、でも人からワンちゃん言われたとしても、そんなに嬉しくなかったり、なんだったらなんかこの人私のことからか
ってんのかしらみたいな感じで思っちゃったりとかね、なんかそういうのってなんかなんていうかな、口先だけ受け取っておきますみたいな感じでね、茶化したりとかね、なんか一応なんかほらなんていうかな、世間でね、そういう風に言う風にするみたいなね、そういうのもあるかもしれないけど、でも私たちって自分が一番自分のことを認めてあげないとダメなんですよね。なので2番さんには今日すごいお伝えしたいこと、あなたは本当に自分が思ってる以上にすごくこう魅力的な存在ですよって。でしかも周りから見てすごい神々しくもあるしすごいんだよな、波動高いしね、なんかそういう感じでね、本当にこう素敵な存在としてそこにいるんですよってことを言ってますね。なんかねそんなことを言ってますよ。でお相手さんやっぱりあなたのことをすごくよく考えるっていうふうに言ってますね。ですごくよく考える、これすごい深い海みたいなね感じに見えるんですよ。だからあなたのことを深く考えているってことを言ってますねあなたのことを考えれば考えるほど幸せな気分になるっていう風に言ってる。だからやっぱり考えたいんだよね。なんか一番さんのこと考えるとウキウキしちゃうみたいな。で私たちほらあるじゃないですか、なんか世の中でね、なんか聖子ちゃんが好きとか、なんだアキナちゃんが好きとか、なんだキョンキョンがいいなとかね、なんかキョンキョンのこと考えてるだけで一日中幸せとかね、あるじゃないですか、なんかね、誰でもいいんですけど、だけどなんか本当ホワイトさんそんな感じであなたのこと考えてると本当幸せな気持ちになれるってことを言ってる。でもそういうのっていいじゃないですか。なんかあいつのことなんか憎たらしい上司のこと考えてると一日中ムカムカするみたいなそういう人も世の中いる中で、2番さんのこと考えてるとなんかすごい気分が良くなっちゃうなみたいなね、なんかいいじゃないですかそれ本当に。なので2番さんの魅力っていうのは本当に社会貢献になってるってことですよ。だってなんか少なくともお相手さんのためになってる。そうだから2番さんがその清く正しく美しく生きるっていうことは本当に少なくともお相手さんのためになってるし、周りの人たちのためにもなってんだろうなって感じがします。なので自分のこと褒めてあげてくださいね。ということで次行きましょうか。あなたとどうなりたいのかなんですけど、どうしようかな。アカシックタロットを使って見ていきましょうか。あなたとどうなりたいのみたいなね、こうなんか見てるだけで十分ですみたいなね時もありますよね。だってほら私たちね聖子ちゃんとかねあきなちゃんとかね絶対友達になるとかね絶対付き合うとかね、なんかでなかなかね私はやっぱ一番としてあきなちゃんのことを見守りますみたいなね、なんかそういう恋愛もあるっちゃあるかもしれないんでね、あなたとどうなりたいのかっていうのをちゃんと見ていきましょうね。ということで見ていきましょう。アカシックタロットです。はい、見ていきましょう。はい見ていきましょう。アカシックライブラリー、これいろんな風に撮れるんですよね。ちょっと次見てもいいですか。これねアカシックレコードってあるんですけど、なんか私たちってなんかいろんな人生のなんか教科書っていうか図書館みたいのがあるっていう風に言われてる。私ちょっと説明下手なのでちゃんと説明できる人はもっとスラスラできるんですけどね。なのでなんかちょっとねこうなんていうかな、深いところ、深い意識とかね、そういうところにあなたとどうすればいいかなっていうのをちょっと尋ねてる感じもするんですけど、なんかちょっといかようにもちょっと取れるんで、ちょっと次のカードを見ていきましょう。チェスゲームか。2番さんさ2番さんね、ごめんけどそうだね2番さんのこといいわって思ってる人たくさんいると思うよお相手さんだけじゃないと思うよつってね、そんな感じがしますよ。そういう感じがする。このカードがちょっと人間関係の揉め事じゃないんだけど、なんかちょっとこうそうだな、やっぱりなんかちょっと2番さんのことを狙ってるなって感じがするんですよね。狙ってる人たくさんいるなみたいな。でどういう風にしたらその2番さんを自分のなんか独り占めできるだろうかってことを考えてるってだからお相手さんは少なくとも2番さんのこといいよねって思ってる人は何人か知ってんでしょうね。何人か知ってるし、もしかしたら2番さんの周りにこのなんかちょっとなんていうかな、この天使ちゃんなんだけど取り巻きっていうわけじゃないけどそういう存在いるのかもしれないですね。でその取り巻きみたいな存在っていうのはもしかしたらそうだな、なんか同僚のね
2番さんの同僚の誰かみたいな感じかもしれないし、なんかなんていうかな、なんかちょっと2番さんとお相手さんの仲をストレートに言ったら困るわみたいに思ってるなんか存在みたいなのがいたりとかするのかもしれない。たださっき私がこのねリーディングで読んだのは、なんかこういろんななんていうかな、存在に守られてるとか、なんかついてるとかいう風に言ったんですけど、ついてるってじゃあ何よってなんかさっきもすごい言いましたね。悪いものついてるわけじゃないんだけどっていう風に言ったんだけど、なんかもしかしたら2番さんの人間関係、お相手さんの人間関係でなんか2番さんのこといいわって思っててなおかつなんかお相手さんに虎のものにはさせないぞみたいな、そういう抵抗勢力みたいのがねいるかもしれないですね。だけどなんかその存在っていうのはね本当人それぞれですよ。例えばね2番さんのそのご両親とかかもしれないし、同僚の方だったり友達とかだったりとかするかもしれないし、なんかそれ以外にも例えば物とか事情とかかもしれない。例えばこう遠距離恋愛とかそういうことだったりとかね、なんかちょっとなんていうかな、そのお相手さんとの関係が何か複雑であるってその理由だったりとか、人でない可能性もあるかもしれないんですけど、人それぞれですね。なんかそういうものをなんていうかな、2番さんのこと大好きなのにその存在のなんていうかな、その存在のせいでなかなかこう2番さんとまっすぐにねストレートに恋愛できないとか思いを伝えられないという気持ちがあるのかもしれない。だけどその障害となっている邪魔だぞっていう存在をどうにかしてこうすり抜け前に進みたい。それにはどうしたらいいかなっていうふうにいろんなこう知恵を絞っているっていう、そういう感じかなって感じがしますね。ということで、私たちってね何でもかんでもストレートに物が動くってわけでもないしね、いろいろあるじゃないですか、人それぞれね。なんかこうしたいけどでもみたいなね、なんかそういうのってあると思うんですよね。なんかあるんじゃないかなって感じがしますね。それは2番さんこれのことだ、それのこと言われたかみたいなね、なんか人それぞれあると思うんですよね。だけどお相手さんそれをね克服したいっていうふうに思ってるのかなって感じがしますね。ということでここで私が今作成中のカードなんですけど、このカードを使ってじゃあどうしたらいいみたいなそんな感じでちょっと聞いていきましょうか。ということでこのね作成中のカードなんですけどこの箱に入れて販売することにしました。そのうちちょっとやりますって変な言い方で限定30ぐらいで出そうと思ってます。そんなに需要あるかなと思ってなのでとりあえず欲しいって言ってた方もいらっしゃったので、30部ぐらい30冊なのかなぐらい用意して、でそれを販売するっていう形にネット上でね販売しようっていうふうに思ってるんですけど、それもなるべくね格安でお渡しできるようにいろいろ工夫しています。例えばですね、このカードってこのオラクルカード、一般的なオラクルカードに比べると半分ぐらいのサイズなんですけど、でもそれもコストを削減するためと、実際ね撮影にはちょっと大きい方がいいんだけど、自分が引くにはこれくらいのサイズの方が結構引きやすかったりとかね、保存しやすかったりとかするんですよ。だからそういう意味もあって、コストカットとかねいろんな意味があってちょっと小さくしていますとか、あと世に出回ってる通信販売のサイトとか通しちゃうとコストアップになっちゃうんで値上がっちゃうんで、なんとか自分で販売サイトを自作して、でそれで売ろうかなとか言って思ってたりとかするので、そういう作業とかいろいろあったりとかしてまだまだちょっとなんていうかな、もう少し時間かかるんですけど、とりあえず販売しようっていうふうに思ってるって感じですね。という感じです。ということでちょっと宣伝入っちゃったんですけど、あとそれ以外にもちょっとティートリーさんと企画してることがあるので、その辺あたりを少し経ったら発表したいと思います。ということでその辺あたりまでは決定事項で言えることでですね。ということで私の今、作成中のカードでもあって、あなたとどうなりたいのか見ていきたいと思います。ということでこれなんですけど、ノーって出てきたんですけど、これねお相手さんがあなたとの関係ダメだって言ってるわけじゃなくて、やっぱね多少なんか自分なんか相手にされないとかそういう気持ちがあるのかもしれない。ちょっとそれだけではなんかちょっと天の弱な感じもするんだよな。ちょっと見ていきましょうね。そうねここでね
気になるのが、なんかすごい両方ともこのカード青みがかってるんですよ。でこのカードそのものはちょっと後ろ向き、やだみたいな、確かにそういう感じなんですよ。なんかこう、なんていうかな、やらなきゃいけないことだけどやりたくないみたいな、そういう感じだったりとかするんですよ。例えば宿題やらなきゃいけないけどやりたくないなとか、土日仕事をね進めなきゃいけないんだけどめんどくさいなみたいな、なんかそのちょっとやりたくないなみたいな、なんかそういう感じのカードだったりとかするんですけど、これ結構前向きなカードなんですよね。やらなきゃっていう、前に進まなきゃっていう熱意があったりするカードなんですよね。でもやっぱそうなんだよな。お相手さん今すぐ動かなきゃって思ってる。これね、これすぐにっていうカードなんですよね。だから今すぐに動かなきゃっていうふうに思ってるんですよね。でなんかお相手さん、やっぱりね、どうしたらいいかなって迷った時に、なんかちょっと行動するのはなとか、例えば告白しようかなと思った時にこう、なんていうかな、やっぱやめようかなみたいな感じとか、怖いよみたいな気持ちとかあったりとかするじゃないですか、私たちね。やっぱね、大きな行動出る時ってやっぱりこうね、やっぱり怖いですみたいな、やっぱりやめときますみたいなね、そういう気持ちって私たちあると思うんですよ。でそういうなんかこう不安の気持ち、素直な気持ちですよ。あるじゃないですか。何でもかんでもやる気満々で全然普通にできますって人ってなかなかいないと思うんですよね。やっぱり私たちってね、怖いよっていう気持ちあると思うんですよ。野球選手とかもね、バッターボックスに立った時にやっぱりこんなチャンスで打てって言われても怖いよとかね三振したらどうしようみたいな、そういう気持ちにやっぱなると思うんですよね。だからそんな感じで私たちってチャンスって思ったりとか、いや行動しなきゃ、今こそ行動すべきって思った時にでもちょっと怖いみたいなそういう気持ちって素直な気持ちあると思うんですよね。だけどそういう気持ちを持っててもしょうがないから振り切って前を向いてすぐに行動しなきゃってことを思っているっていうふうに言ってます。でそれだけではなくて、このカードすぐに行動しなさいとも言ってます。お相手さんの気持ちでありながらも、それなんていうかな、そうしなさいっていう風に言ってるっていう感じでもある。メッセージ、お相手さん今すぐ動かなきゃねみたいな感じで言ってる感じもしますね。ということでお相手さん今すぐ動こうぜみたいなね、そういう感じで今すぐだぜみたいなね、そういう感じですね。ということでちょっとお相手さんがね、今すぐ行動だぜみたいなね、このカードもなんかこうね、行動してこう前に進めみたいなのが出てきてるので、下手に行動を打つわけにはいかないっていうのもあると思うんですよ。なんかこうやってね、なんかいろいろゴミゴミしてるところにまっすぐ突き進んでたらやっぱいろんな衝突とかあるかもしれないから、だからちょっと作戦会議は自分の中でしてるんだと思うんですけど、でもやっぱやらなきゃ何事もね、始まらないよねみたいな気持ちではあると思うんですよね。ということで、ちょっとお相手さんのことをちょっと光でもってうまく立ち回れるように、うまく行動できるようにちょっと光で促しておきましょう。これ出てきましたね、これね。私ね、このカードそのものはね、なんか地球だなぐらい、地球となんかビッグバンみたいな、なんかそんな感じにしか見えなかったんだけど、ここにこううすらぼんやりこう見えるこの人の影っていうか顔ね、めっちゃ怖いなと思って。そうで、しかもこれ手で持ってるかもしんないんだよね。だからなんかね、これめっちゃお相手さん見られてるお相手さんめっちゃ地球ごと見られてるって感じがするんだよね。なのでなんかなんていうかな、どうであれお相手さんにこれ言われてるのがね、どういう行動であれあなたの行動でありながらこうあなたの行動ではないみたいな、そういう感じ。なんかシナリオ通りに動いているっていうのもあるんだよっていう感じかな。だから大丈夫だよって、全てはうまくいってるし、あなたのがふっと考えたことそのものも実は何かに導かれてることなのかもしれないよみたいな、そういう感じかな。なので自分が行動するっていうことに怖がっちゃうっていうその気持ちそのものもちょっと後ろめなんかちょっとこう逃げ出したいよっていう気持ちそのものもあって当然だし、なんていうかな、こう運命によって当然のごとく
仕組まれたシナリオの中で起こってることなんだよねっていう感じかな。なのでもうちょっと自分のね人生客観的に見つめても全然大丈夫ですよみたいな、そういう感じですね。ということで最後になります。スペルキャスティングオラクルカードを使ってあなたへのメッセージを出していきたいと思います。いやー、お相手さんね素晴らしいですね。いやー、なんかまあね、なんかお相手さんそろそろ行動するぞみたいなね、そういう感じですね。春が来たって感じなので、春が来たって感じとか言って春が来たのでそろそろ行動の春だなみたいな、そういうところもあったりとかするかもしれません。ということで最後になりますスペルキャスティングオラクルカード。これね、なんていうかな地下っていうか、このなんていうかな、源とかその自分の中のこの源の部分とかベースの部分とか、なんかそういう感じなのかな。なのでこのカードをパッと見た時に、お相手さんは正直なこと言いますね。正直見えたこと言いますね。今まで木が熟してなかったのかもしれない。変なこと言いましたね、私ね。器が育ってなかったのかもしれない。2番さんからしたら早くお相手さんとうまくいきたいわとか、お相手さんと前に行きたいわとか、なんか今すぐでもね、前に進みたいわ、今すぐにでもラナケインでも何でもなくて、ビオヘルミンでもなく、お相手さんとね前に進みたいんだみたいなね感じがあったかもしれないけれども、木が熟してなかったっていうのがあるのかな。なので今なんですよね。今からなんですよね。で、いやでも私ね、なんかお相手さんともっと前に出会って、前の段階で出会ってたら付き合ってたらみたいなのあるかもしれないんだけど、やっぱこのタイミングだからこそなんだよねっていうことをすごい言ってる。だからで、しかもあとこれ言いたいのが、やっぱ2番さん的にもお相手さん的にも器がなんていうかな、2番さんともお相手さんも2人にとってふさわしい未来に値する器が育ってきたんだよってことを言ってる。だからやっぱなんか2番さんいろんな葛藤とかあったかもしれないけれども、でもそれは本当に自己成長にとって必要な出来事で、その出来事によって2番さんの器っていうのは成長したんだよ。もちろんお相手さんもそう、どっちかというとお相手さんが出てるんだけどね、なんかお相手さんもいろんな葛藤、いろんな出来事、いろんな悩むこととかを通して、器が成長してきた。だからこそ今2番さんとのなんていうかな、転機が訪れてきてるんだよってことを言ってるでね、このカードそうかね、こう許しとかなんですよね。で、もしかしたらもうね前に進みなさいっていうことも言ってるのかなって感じがしますね。ちょっと次見てもいいですか。前を向きなさいって私今言いました。このカードね、なんか2つのカードがね言ってるのが、なんかね、過去のことを悔やまないでってことを言ってるんですよね。もう悔やまなくていいよ。なんか私たちってやっぱあの時こうすればよかったなとか、私この時ああすればよかったなってたくさんあるじゃないですか。なんかね、もうちょっと勉強してればね、もうちょっといい学校入れたかもしれないのにとかあの時ああいうことさえ言ってればこういう風になったのにとかね、あの時ねこういう選択をすれば今のこの仕上がりにはなってなかったのにとかね、いろいろ私たちってあるかもしれない。過去にね、あの時の自分に本当にもうなんか腹立たしいわ、自分のあの時の自分みたいな、なんか人それぞれあったりとかするかもしれないんだけど、でもなんかね、それそのものも自分に必要だったんだって、自分の器が大きくなるために必要な出来事だった。もちろんお相手さんもそういうことあるんじゃないかな。なんかちょっと失敗しちゃったとか、こういうことするんじゃなかったなっていう出来事いろいろあったのかもしれない。でもそういうことに対していつまでも悔やんでてもしょうがないので、その出来事が自分のことを成長させて、自分の器を大きくするべく、ふさわしい未来がねやってくるべく自分を成長させてくれたんだっていう風に、自分の、過去にありがとうっていうかね、自分の過去を許してあげましょうみたいなね、そんな感じのことを言っています。ということで、やっぱりね、自分の過去ってなかなかね許しがたいことってありますよね
なんであの時こういうこと言っちゃったんだよとかね、なんで私あの時、もしあの時にあれを始めていたら私は今頃こんな風に苦労はしていないぜみたいなね、いろいろあったりとかねすると思うんですけど、人それぞれね、それも複数あったりとかするかもしれないですけれども、でもその人生、今までね生きてきた人生そのものがあなたにとって必要な出来事だったから、だからそれを許してあげて認めてあげてねって、とにかくあなたがね成長するために大事な出来事が起こった、ただそれだけなんだよってことを言っています。ということで、なんかねちょっと過去が癒されると未来がまた変わってきたりとかするんでね、なんか今2番さんも過去のことはもういいことにして、これからのね未来を楽しく生きるっていうね、なんかそちらの方に、行くきっかけになってるんじゃないかなって感じがします。ということで参考になるところは参考になさってみてください。2番さんのリーディングは以上になります。ありがとうございました。はい、3番さんよろしくお願いいたします。そうしましたら本日のテーマなんですけれども、あの人の今のあなたへの気持ちということで見ていきたいと思います。ということで、まず最初はロマンスエージェルを使ってお相手さんの気持ちを見ていきましょうということで言えました。1番さん、2番さん、3番さんやって、3番さんがやっとまともに喋れたっていうね、そういう感じですね。ということで皆様お久しぶりでございます。私ねちょっと配信停止したんですけど、もうめっちゃ風邪ひいた風邪ひいてその後すぐインフルエンザになったでね、そしたらなんかねやっぱね風邪ですごい体力落ちてるのにまたインフルエンザかかったから、間もなくね、なのでめっちゃ体しんどくって、なんかねなんていうかな、体の節々が超痛いっていうのがなんかね何ヶ月も続いて、ちょっと今も痛いんだけどようやくなんとかなったかなみたいな感じで、とりあえずできる範囲で再開しようと思ってます。なんですけど後で言うんですけれども、ちょっと皆様にお知らせもあったりとかします。ということでまずは最初にお相手さんのあなたへの気持ち見ていきたいと思います。これですね、お相手さん過去のことを見ている。そうね、過去のことを見ている。ちょっとそうね、ちょっと待ってね、なんかねお相手さんちょっと過去のことをすごいこだわりすぎちゃってる感じがするんだよな。なんかでそれでパーッと見ちゃうと、パーッとこれね読んじゃうと、お相手さん例えばね過去の恋愛のトラウマとかがあってなかなか行動できないでいるとか、なんかそういう感じに見えるんですよね。どうしたのかな、ちょっとこれでもこのカードちょっと一回後でまた振り返るとして、今ここで読めることっていうのは、何かお相手さんはそうだな、過去のことを見つめている。そうね、でも過去のことを見つめているっていうのがこのカードを見つめてると思うんですけど、なんか過去の恋愛のトラウマとかを、見てんのかな。でそれでそうね、何があったんだろうね。これちょっと見ていきますかね。お相手さん何があったんですかということで、ちょっと過去に何があったのか見ていきましょうか。過去の何を思い出してるんでしょうかということで、ラバーズパスタロットを使ってお相手さんが、何を見てるのか、その過去の、でも恋愛の何かなんですよね。恋愛の何かなんだけど、なんかそれが原因で何かこう、なんていうかな、ある意味思考停止しちゃってるみたいなね、なんかそんな感じなんですよね。なのでちょっと見ていきましょう。ラバーズパスタロット、このラバーズパスタロットなんですけど、恋愛に特化したタロットカードになっております。はい、ということで見ていきましょう。なんだやっぱ傷ついちゃった出来事があるんだね、お相手さんね。なんか恋愛で深く傷ついたことがある。もう恋なんかしないなんて言わないよ絶対がないところ、もう恋なんかしないみたいな、もうなんか自分にとってもう恋愛は悪だみたいな、なんか
もう恋愛なんか人に愛されるわけがないみたいな、なんかそういう感じになったりとかするのかな。ちょっと見ていきましょうね。なるほど。今日のお相手さんってちょっとこれごめんけどなんだけど、私たちっていろんな気分の時あるじゃないですか。例えば今日は幸せだなーみたいな時もあれば、なんとなく過去のなんか嫌な出来事を思い出しちゃってなんかこう一日中機嫌が悪いみたいなね、そういう時もあるじゃないですか。でこれ見てるとなんか今日のお相手さんは過去の自分のなんか恋愛の傷を思い出しちゃって、なんかいろんなこうなんていうの、過去の感情なんだけど、もう恋愛なんて嫌だだったりとか、なんかちょっとこうなんていうかな、イライラしちゃってるみたいな、そういう感じだからそれかどうかわかんないですよ。だから昔の好きだった人のことを思い出して、なんかそんなのなんかひどいじゃないかみたいな気持ちとかね、思い出しちゃってるみたいな、ちょっとそういうところあるのかなって感じがしますね。なんだろうでも過去の傷ついた出来事だったりとかするので、なんかまあ何の出来事か分かんないけど、例えばですよ、本当裏切られたとかね、なんかそういう出来事とかあったのかな。で、そうね、なんかちょっと口喧嘩とかして、なんかその相手の方がちょっといらんこと言い過ぎたとかね、それでなんかちょっとお相手さんもう無理とか言って離れちゃったとかね、そういう感じで、もうなんか自分にとってね、人を愛すとかね、もう非常に危険なことだとかね、もう誰かをちょっとこうムカついてる、恨んでるみたいな、ちょっとそういう感じがする、ちょっとそういう気持ちを思い出しちゃってる時なのかなって感じがするんですよね。だけど私たちってなんか過去のなんかあいつあんなことしやがってムカつくみたいな感じで思い出すことってあるじゃないですか。例えばね、恋愛だけではなくて、なんかね、昔のブラック企業の上司になんであんなこと言われたの、もうあいつ許さんみたいなね、なんかそういうことってあるじゃないですか。だからそういうのたまたまとなんかこう今全然関係ないのに思い出してイライラするとかね、そういうことってそういう時ってあるじゃないですか。なんかお相手さんちょっと今日はそういうのを思い出しちゃってるんだと思うんですけど、でもなんかね、そういう感情、昔のことを思い出してムカつくっていうね、それって私たちにとって悪い出来事っていう感じというよりは、その感情を手放すタイミングですよっていうお知らせだっていう風に考えることができると思うんですよね。なので今お相手さんはこの感情ね、なんかもう恋愛なんて自分はもうコリコリだみたいなね、なんかあいつめみたいなその気持ちをもう手放すためにこの感情がやってきている。しかもこのね、私のリーディングの時にやってきたっていうのは、そういうなんか癒してください誰かこの気持ちみたいな感じで私はこうなんていうかな、提示されたんじゃないかなっていうふうに思います。でしかもね、復帰1回目がこれってことで、もうお相手さんのね、そのイライラしてる感情がね、私のリーディング再開にもう導いたみたいなね、そういう感じなのかもしれませんね。もう人って分かんないもんですね。はい。ということで、これね、エンジェルセラピーですね。エンジェルセラピーでちょっとお相手さんの心をちょっと落ち着かせていきたいと思います。これですね、これ自身は親って書いたんですけど、でもこれって私たちってリアルな親となんかこう魂レベルみたいなね、なんかちょっと深いこと言っちゃうと、上から見守ってる存在っていうのがこう親みたいな風にも取れると思うんですけど、どっちかっていうとこれはお父さんお母さんのことっていうよりは、そのお相手さんそのものを見守っている存在、なんていうかな、上から温かく見守ってる存在みたいななんていうかな、指導霊とか守護霊とかなんかそういう系の日本のあれで言うとね、でなんかスピリチュアルの言葉だったりとかすると、ガーディアンスピリットみたいなそういう感じとか、グループソウルみたいな、なんかそういう感じの、なんかそういう存在だったりとかするのかなって感じかな。だけどここで見てると、なんかやっぱお相手さんここからね、その感情をうまく克服するっていう今タイミングに来てますよって感じで、どうしてこのね親がヘラヘラ笑ってるかっていうと、なんかねこのねその上から見守ってる存在からしてなんかこうお相手さんが悲しんでたら悲しいわとか、お相手さんがこういうね怒ってたら悲しいわとか辛いわとか、そういう時もあるんだけど、それじゃない時もあるんですよ。
なんていうかな、お相手さんの魂の成長にはそれ必要だからね、よくやっとるのみたいなね、よくやっとるよくやっとるみたいな、なんかそういう感じだったりもするんですよ。だからお相手さんが今ここで自己成長するために必要な怒りが出てきてるので、おーよしよし、いい感じでやっとるのみたいな、そういう感じで微笑ましく見ていますみたいなね。だからちょっとそういうところあるんですよね。で、なんかそういう話をすると、なんで私のがこんなに傷ついてるのに、なんていうかな、笑ったりとかするんですかみたいなね、笑ったり喜んだりするんですかみたいなね、そういうふうにおっしゃる方いらっしゃるかもしれないんですけど、でもなんていうかな、ちょっと上からね、私たちのことを温かく守る存在って、私たちと感覚違うんですよ。なんかなんていうかな、大変なこととか起こってても、それはね、あなたのね、自己成長にすごい大変な、大切なことがね、起きてるからね、よくよくやってるね、みたいな、なんかそういう、大丈夫だからね、みたいな感じでね、こう、見守るっていう、そういう目線があったりとかするんですよね。で、なんかそういう感じがしますね。なので、なんかお相手さんが今こうね、なんかこう、自分の心を燃やしちゃってるっていうのは、それはね、本当にこう、なんていうの、本人にとったら、お相手さんにとったらすごい嫌な出来事を思い出しちゃって嫌だわって感じなんだけど、それをうまく乗り越えることこそお相手さんの心の魂の成長につながるってことで、頑張れ頑張れっていう風に周りはすごく応援してんだよみたいな、そういう感じかな。そうね、ブック、やっぱそうなんだよね。ちょっとね、これね、深いこと言っちゃったりとかするんですけど、お相手さんこの恋愛に対する一言で言ったらトラウマって言っちゃいましょう。恋愛に対するトラウマをどういうふうに克服するかっていうのが、なんかね、お相手さんのこう人生のちょっと目的の一つだったりとかするのかな、ここで見てると。だからそのイライラした気持ちって、お相手さん恋愛で自分は愛されない、どうせ愛されない、だから人も愛さないんだみたいなね、そういう気持ちが持って生まれ、でその気持ちをどう自分でこう、なんていうかな、癒していくかっていうね、そのテーマがお相手さんの中にあるのかなって感じがします。そうだから自分でどのようにしてなんていうかな、その自分は愛されないんだっていう気持ちを断ち切って、そしてなんていうかな、自分は本当はすごくこう愛されてるんだ、そして自分は自分のことを愛するんだ、自分が自分のことをまず大切に思わないとねとか、だからそういう感じのことを学んでいくっていうのがすごく必要、だからこそそれを断ち切るために、この学びとしてやっぱりお相手さん、その傷ついた気持ちとかそういうのが今ちょっと燃えたぎってんのかなって感じがするんですよ。なので全てはやっぱこれね、なんていうかな、ちょっと恋愛リーディングで深すぎるかもしれないんだけど、でもこのね感情を学び、そしてその感情を克服することに、そのお相手さん今人生の課題を持ってきてる。でそれで今それがすごく大事な時期に来てるってとこなのかなっていう感じですね。ということで、もうちょっとでもね、そんな言うてももうちょっとお相手さんのことを癒していきましょう。ということで、クリスタルグリッドオラクルカードを使って引き続きお相手さんのね心を癒していこうかなって感じがしています。なんかちょっと不思議なリーディングになっちゃったんですけど、でもこれって私すごいわかるんですよね。なんか私自身もものすごく過去の怒りとか悲しみとかそういうのになんか苛まれて今を生きれない人生を送ってきたので、なんかその気持ち、その感情をどうやって克服するか、それを、できたらものすごい幸せが待ってんですよね。なのでここはお相手さんやっぱでも人生の学びっていう風に出ちゃってるのでね、なので世の中にはねそういうの課題にしてない人いるんですよ。なんか3番さんの中でもなんかトントン拍子でなんかうまくいく人生とか、なんかこうね例えばこうなんていうかな、もうすごい頭が良くて秀才でもう医者になってみたいな、なんかそうとかね、なんかもうすごいなんかエリートコースまっしぐらみたいな人とかね、例えば何の苦労もねえなお前みたいな人ってたまにいたりとかするじゃないですか。だけどそういう人はそういう人で学びが違うんですよね、私たちと。その人たちっていうのはなんていうかな、人生で与えられてるこう役割も違いは目的も違うんですよ。だけど今回のお相手さんっていうのはやっぱ自分の心をに
ある怒りとか悲しみ苦しみを解放してきなさいっていう風ななんていうかな、少なくとも今はそこになんか人生の目的があるんですよ。生きる目的があるんですよね。これを見る限りね。だからそういう時ってあるよねって感じね。ということでクリスタルグリッドオラクルカードで引き続きちょっとお相手さんの心を癒していきたい。これねビギニングス始まりっていう風に言ってるので、やっぱりお相手さんこっからね人生好転していく。でね、夜明け前って一番暗いって話なんだけど、人生が好転する前の瞬間って一番混沌とするんですよ、感情が。だからこの後ねパーってね霧が晴れたようにお相手さん楽になってったりとか解決したりとかしていくと思うんですよ。だ今すごく大事な時期、自分の心に自分が向かうすごく大事な時期なのかなって感じがしますね。これから始まっていくよって。そう自分がどうするべきかとか、この感情とどうなんていうかな、どうその怒りの感情と自分が折り合うべきかとかね、なんかそこなんですよ。でね、本当にね、お相手さんこれから本当良くなる。本当良くなる。ただその前はぐっちゃぐちゃに一回ぐっちゃぐちゃになるんでね。なんていうかな、本当台風の後って台風一過が来るじゃないですか。めちゃくちゃカンカン晴れになるみたいなね。だからそういう感じなんだけど、今ちょっとこう台風とか嵐の真っ只中みたいなね、なんかちょっとそういうところではあると思うんですよね。だけど大丈夫、この後のねちゃんとこう次の展開があるからねって、このねイライラした気持ち、イライラした出来事のままであなたは終わらないよっていうことを言ってるね。すごいね。そうここでまたそうね。でね、このカードがなんかすごい清らかな感じしません？なんかこうホッとするみたいな。だからね、この後なんかね、ものすごく本当空気が澄んだようなね、心の感覚を得ますよって。だからこんなに心がざわついてたのが嘘みたいな感じにこれからなっていくから大丈夫だよって。そういうなんかこう心が平穏でなんか清らかな感覚っていうのをこれからお相手さんは感じることになります。でそれが増幅するって。だからね、なんかこれからお相手さんなんか本当に一皮むけるっていう状態。脱皮をします。脱皮する前大変なんだけどね、本当になんだけど、でもこれから本当に穏やかで、自分との向き合い方、自分との感情の向き合い方、自分自身との付き合い方がすごく上手くなってくる、お相手さん自身が。でそれが反映されて多分3番さんとの恋愛とも恋愛に対してもいい影響を与えるんじゃないかなっていう感じ。いいじゃないですか3番さん。ということでちょっとね、お相手さんに次あなたとどうなりたいのかっていうのを見ていこうかなというふうに思うんですよね。ということでお相手さんあなたとどうなりたいのか。そうね、これでいきましょうか。お相手さんあなたとどうなりたいのかって、ごめんちょっと今回ちょっとどうすべきかみたいな感じでお相手さんの存在に聞くっていうよりも、このなんていうかな、このなんていうのお相手さんの上から目線の存在上から目線の存在とか言ってねなんていうのまあいわゆるグループソウル的なね、なんかそういうなんか高次元の存在に聞いていきましょう。ちょっとお相手さんではなくてね、お相手さんの存在のどこかっていうよりはもうちょっとその高次元の存在に、お相手さんとサンバさんどうするべきですかみたいな感じで聞いていきましょうか。ということで今これね切ってるのは私の販売予定中のカード、作成中のカードでこれちょっと頑張るんですけど30部限定で、販売しようかなというふうに思っております。でもし人気が高かったら再販するかもしれないんだけど、まあ私のねこれを買ってくださる方も30人ほどいてくれれば万々歳だなと思って、まずちょっと30でやろうかなというふうに思っています。でですね、なるべく皆様のお手元に良い金額、要はなんていうかな、いいクオリティをなるべく保ちながらもコストを削減しっていう風に思ってるので、なのでなんだ、カードの入れ物これだし、
あとなんていうの、通販サイトみたいの通しちゃうとすごい手数料かかっちゃうんで、それでやっぱコストアップになっちゃうんですよ。皆様に販売する値段がすごい上がっちゃうので、それは私のちょっとこう、なんていうかな、私はそれちょっと申し訳ないなっていうふうに思うので、なのでなるべく自分でそのなんていうの、販売サイトを自作して、でそれで、手数料がなるべくかからない形で、それもコストダウンにつなげてっていう感じでいろいろ考えております。なのでちょっとなんていうかな、進みが遅いのは私がなんていうの、販売サイトを手作りするからっていうね、そういうところだったりとかするんですけど、ちょっとなんていうかな、いつになるのかなっていうふうに思いながら見ててください。興味がある方はね。でそれででもなるべく1ヶ月以内になんか整うように頑張りたいと思っています。ということで、あなたとどうするべきかですね。でこれリニューアル出てきました。でこれリニューアルって何かっていうと、なんていうかな、あなたとの関係をリニューアルっていうよりか、なんかこれお相手さんの心の中がリニューアルって感じなんですよね、やっぱり。なので今お相手さんなんかちょっと心が洗われてちょっと変わります。お相手さんステージが変わる、ステージ変わります。はい、心なんていうかな、心の過去にあった傷みたいなのがどんどん癒えていく、恋愛の傷がね、なんかよっぽどあったんじゃないかなって感じがするなんか恋愛関係っていうか、自分って愛されない、こんなにも愛されない自分なんだみたいなね。だからなんか自分って愛されないって思ってる人って、あなたのこと好きですよとか、あなたのこと愛しますよっていう人が出てくると、そんなわけないって無意識にその人をなんか近づいてくると、なんかこう無理っていう行動を取っちゃうわけ。これ以上近づかないでみたいな。なぜって思うと、自分が愛される存在って思ってないから。だからあなたのこと好きですよとか言われても、いや そんなのなんか嘘に決まってるよみたいな。だからそんななんていうの、自分のセルフイメージに合わないそういうことを言ってくる人はダメだみたいな感じで、好きだって言ってんのにそれを受け入れられないみたいになっちゃうんでね。だから今ちょっとお相手さんってなんか例えば3番さんみたいにちょっと好きだよっていうふうに思ってる人がいたとしても、なんか好きって思ってもらえるほどなんか自分の心が居心地悪くなっちゃったりとか、ちょっと遠ざけようとしちゃったりとか、なんかそういう気持ちが出てきちゃったりとかね、自然にやっちゃうんですよね、お相手さん。だけどそれなんでかっていうと、自分ってこう恋愛によってものすごく傷つく存在だとか、恋愛っていうのは自分を傷つける存在だとか、愛なんてね、なんていうの、欲しがっちゃいけない、なぜならば自分は愛される人間ではないからみたいなところが、心のどこかにその自分のセルフイメージでこびりついちゃってるからこそ、なんかいろいろこうなんていうかな、イライラしちゃったりとか、愛したいけど愛されたいけど愛されないとか、なんかそういうなんかごちゃごちゃした気持ちを生んじゃったりとかしたのかもしれないけど、でもその気持ちをもう手放すっていうことは言ってるんですよね。もう手放しなさいっていうね。なのでもうあなたは愛されていいんだよって。だから自分がね、もう愛されない存在だなんていうふうに思うことを自体をやめなさいっていう感じですね。でこれね、気をつけてっていうカードなんだけど、っていうかな、やっぱお相手さんのそうなの？自分って愛されていいの？分かった。今日から愛されるみたいな感じですぐにこう手のひらくるくるくるして、自分のセルフイメージって変わんなかったりとかするんですよね。なので少しでいいから警戒しながらも少しずつ自分が愛されていいんだよっていう存在だっていうことに、自分が自分を許してあげてください。自分がが愛されることを許してあげてねっていうことを言ってんのかなって感じ。そうこれが出ました。これね、この先はどうなるかは今は言えないみたいな、そういうカードなんですよね。知る必要がない、いろいろ解説書とかには知る必要がないとかそういう風に書いたりとかしたんですけど、今は知らなくていいってことなんですよ。先がこうなるからこうしなさいって私たち言われたら安心すると思うんですよ。例えばこの受験だったりとかすると、あなたはね志望校に受かるから勉強しなさいって言われたら勉強するけど、落ちますよっていう風に言われたら勉強しませんみたいな、なんかそういう風なあったりとかするじゃないですか。私たちって未来がはっきり見えちゃったりとかすると頑張れなかったりとかするんですよね。だし今その未来がどうなるかっていうことを今知る必要がない。なぜならば未来にこう
視点を置いて生きるっていうことよりも、今自分が自分の心とどう向き合っていくかっていうことの方がよっぽど大事なので、だからこうなるからその見返りを求めて今があるわけではなくて、今この自分のと完全に向き合い、自分の心と向き合い、そして自分を整えていくことが一番すごく大事なんだよっていうことをすごい言ってる。ということで、そういうふうには言ってるんだけど、ちょっと教えてくんないかなみたいなちょっと3番さんとの未来どうなるかちょっと教えてくんないかなみたいな感じがします。ということで、ちょっとチラ見せしてもらえないかなっていうことでロマンスエンジェルを使って、お相手さんこれちゃんともう自分の心と向き合う。今までやっぱりなんていうかな、自分の心と向き合うって嫌じゃないですか。嫌じゃないですかってなかなかできないんですよね。自分のなんかこう急所っていうか、自分がこう感じたくないって思ってるところをこじ開ける、自分が見つめるっていうのはすごい大変なことなんですよね。なんだけど、でもそこをやっぱやるしかないっていうふうに言ってるんですよね。もう愛されちゃっていいんですけどね、お相手さんね。だからもう本当に自分を愛されないっていう感情を手放しておいでっていうのが出てきてるんですけどね。でそのお相手さんが、自分は愛されないだったりとか、過去のその恋愛の傷を癒した時に3番さんと何が起こるのか、ロマンスエンジェルで見ていきたいと思います。ほら出たでしょ、もういきなりもうあなた本命みたいなカード出てきましたもう素直に3番さんの愛を受け取れるようになるっていうふうに言ってる。そうなのよ。なので3番さんもそれは必要かもしれない。自分の中で自分を愛されないわとかね、なんか自分でダメだなっていう気持ちがあるとしたら、そういう気持ちは自分はそういう気持ちがあるんだねって、まずは自分で自分のことそんな風に思ってたんだっていう風に気づいてあげること。でもそう思っちゃいけないとか言ってね、なんかこうやるんじゃなくて、そっかそういう風に自分のことを思ってたんだねって、なんか自分のことそんな情けない存在だと思ってたんだねって、だけどもうそんな風に思わなくていいからねっていう風に自分に言ってあげてほしいんですよね。でそういう風にすることによって、はっきり言ってお相手さんとのその関係性が良くなるのも早くなると思う。まずは自分なんですよ。まずは相手がどうこうっていうよりも、まずは自分なんです。自分が自分とどのようにこう付き合うかがすごい大事。なのでそれがね、お相手さんできたら、お相手さんもできたら、3番さんもできたら、できたらっていうかね、もうできると私は確信してるんですけど、その先3番さんとお相手さんはやっぱりお互いに唯一無二の存在だねっていう風につながっていく。でそしてこれですよ、エンゲージメントくっついちゃう。やっぱご縁が深くなるんですよ、やっぱり。そうだからお相手さんをどうにかして私の方に振り向かせてみたいな感じというよりは、まず自分自身が自分自身に優しくしてあげることだったりとか、自分自身が愛されちゃいけないって思ってたとか、愛されるわけがないって自分の子が思ってたなとか、自分のこと嫌いって自分が思ってたなとか、そういう気持ちに気がついてあげること。私ってこんなに自分のこと嫌ってたんだとか、まず気がついてあげて、でそうだったんだねって、でもそんな風に思っちゃう自分がいたんだねっていう風に、まずはその自分の感情を受け入れてあげることで、そして受け入れて、でもしね余裕があれば少しずつそんな風に思わなくてもいいよ、今までねよく頑張ってきたねっていう風に言ってあげてくださいね。でそして自分のこと好きかっていうと大好きですってほどではないんだけど、でも自分ありのままの自分を受け入れるっていう風にねなっていけるとすごくいいんじゃないかなって感じがします。結婚出ました。結婚のカードが出ました。運命のじゃ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 ーんですよ。いやーこれいいじゃないですか。なのでいいですね、サンバさん。やっぱなんかお相手さんをどうこうしようっていうより、まず自分の心なんだよねっていうのが出てきましたね。なのでだけどね、こうやって自分のなんかこう自分は愛されないんだみたいな気持ちをなんていうの、解消すれば解消するほど、自分は愛されていい存在なんだって自分がこうね、少しずつだけどこう認めてあげれば認めてあげるほど本当に愛される人と愛し合えるっていうね。
なんか大切にしてくれる人と大切な関係を結べるっていうね、そういう関係がもう見えてるよって、なのでもちろん3番さんはね少しずつそれができてきてると思うんだけど、でもなんていうかな、お相手さんと3番さんがその一心同体っていうかね、運命共同体なんだとすれば、3番さんが癒されることでお相手さんも癒されやすくなるっていうところがあるのかなって感じですね。ということで最後になりますね。スペルキャスティングオラクルカードを使ってあなたへのメッセージを出していきたいと思います。いやー、3番さん、なんか今日はね、3番お相手さんのね、なんかめちゃくちゃ深いところ、恋愛の傷がうずいてんだみたいなね。でもこの恋愛の傷を癒すことでもうね、しかもこれね、めちゃめちゃ変わるよってお相手さん、これから変わっていくよっていうふうに言ったんですけど、すごく心が平穏無事な穏やかな気持ちになるよっていうふうに言ったんですけど、その先にね、傾向のカードが出てくるっていうね、いい展開でしたね。はい。ということでね、途中はどうなっちゃうのかと思ったけれども、やっぱりちゃんと最後にね、オチがつくんだねみたいな感じですね。ということで、スペルキャスティングオラクルカードを使ってあなたへのメッセージを出していきたいと思います。やっぱり今変革期なんですね、お相手さんも3番さんもリニューアルの時なのかな、なのでリニューアルの時ってね、ちょっと心が荒れやすかったりとかする。だけどもし3番さんの中で今すごく心がモヤモヤするんですとか、なんかすごいイライラが止まらないんですとか、なんか過去の嫌なことを思い出してはすごく悲しい気分になるんですとか、なんかいろんなニュースとかそういうのをね見てはなんか必要以上にムカムカしちゃうんです、気分が悪くなっちゃうんですみたいな方がいるとすれば、そこはね変換期、3番さん今幸せに変換していく時のちょっと一時的に不安定になる時期だったりとかするのかなって感じだから、その自分も楽しんで受け入れてあげるっていうのは大事かな。今そういう時期なんだねみたいな。心が揺れちゃいけないって思ってるから心が揺れることに動揺するけど、今揺れていいんですよって言われたら、そうか揺らしとけみたいな感じで思ってくださるといいんじゃないかなって感じで、今の感情でいいんだよみたいな、だってそれ当然だもんみたいな、そんな感じでいいんじゃないかな。今の自分の感情をありのまま許してあげるって感じかな。でここでね、やっぱライフパーパスっていうのが出てきてるんですよね。でお相手さんもさっきライフパーパスって出てきたんですよ。ライフパーパスってなんか人生の目的ね。なのでこの人生で何しますかってところなんですけど、このモヤモヤを解消するっていうのがやっぱ3番さんもお相手さんも今出てきてるんですよね。だから人生の中でこればっかりやれっていう風に言ってるわけじゃないんだけど、でも今この瞬間、今この時期っていうのはその自分の心にあるその自分は愛されないとか、自分は取るに足らないやつだとか、なんかなんていうかな、自分という存在を過度に否定してしまう気持ちがあるんだとしたら、それはちょっと癒してあげる時期だよね。そしてその、癒してあげることそのものが3番さんにとってもお相手さんにとってもその人生の課題の一つではあるんだよねってところなのかな。だけど今ね、確かにちょっと揺れやすい時期なので揺れていいんだよって、なんかいろんなことを思っちゃっていいんだよって、なんかだってしょうがないじゃん、そういう時期なんだからって感じで、自分で感じているいろんな葛藤を自分がジャッジせずに認めてあげることは大事なのかなって感じがしますね。そうでこれね、和解のカードなんですよ。リコンシリエーション和解のカードで、なのでなんかね、今その統合が必要な時かも。統合一つになることで、だから自分が自分の心だったりとか感情を知ってあげることも大事。そしてお相手さん自身もなんていうかな自分の心を知ってあげるっていうね、分かってあげるってことが大事なのかなという感じがします。人に求めるんじゃなくて自分が自分のことを認めて許してあげるっていうね、そういう時期なのかなって感じがします。だけど許してあげるっていうとなかなか難しいと思うんですよね、自分のいろんなことをね。だから自分の感情をありのまま感じてあげる。この感情はいいんだ、この感情は悪いんだとかね、そういう感じじゃなくて、今ね上司について悪口を思っちゃう自分がいるんだねみたいな感じとか、なんかそういう感じだったりとか、自分に対してダメなやつだなって思っちゃう自分がいるんだな、そういうことを感じちゃう自分がいるんだな、それがいい悪いではなくて、そういう気持ちを持ってる自分がいるんだねって客観的に見つめてあげるっていうね、なんかね、それがね今必要なのかなって感じがします。だからこそちょっと心が揺れやすかったりとかするんだけれども、その感情を受け入れてあげる、ジャッジせずに受け入れてあげるっていうね、それがねすごく大事になってきて、でその先が自分との和解が進んで、
これですよ。ケコーン。ケコーンがね、見えてきてるって、そんな感じですね。ということで、これからがね、実は、なんていうかな、イライラした気持ちとか、いろんな混沌とした気持ちがあるかもしれないけれども、未来は明るいっていうね、なんかそんな感じの、リーディングでしたね。ということで、参考になるところは参考になさってみてください。サンバさんのリーディングは以上になります。ありがとうございました。はい、そうしましたら、本日のリーディングは以上になります。ありがとうございました。